次はロイ人の三騎神話における第2期、つまりドライブ期についてよ。表現では太陽の化身バルドルが外来の神フベズルングを封印し、永遠の眠りに落ちた。さてニボラさん、続きを頼むわ。つまりエクソストライダーは自分の剣で名式をストライダーゲートの後ろに封印しました。エクソストライダーと名式はラハイロイの奥深くにあるストライダーゲートから同時に降り立ち、激しい戦いを繰り広げます。一族の記録を読めばわかるように、エクソストライダーの力は一度つき、名式に敗れかけました。しかしエクソストライダーのドライブから間一髪でまばゆい光が現れます。そしてエクソストライダーは剣を掲げ名式を封印しました。こうしてラハイロイに平和が訪れたのです。めでたしめでたし。こんにちは、お隣さん。同じラベル学部のエイメスよ。初めて見る顔ね。今から4つの学部の単位を全部取るのは大変よ。勉強漬けの毎日にようこそ。この前の今まで見つけられなかったけど、まだお礼を言ってなかったね、エイメス。何のお礼？名式の巨岩のいる空間で私を助けてくれたことだよ。そうだっけ？ごめんね、覚えてないかも。嘘をついているようには見えない。でも適格者の漂白者さんね。何笑ってるの？いや、ただその姿にちょっと慣れなくて。ほら、何か足りないような気がするの。制服を着てないからかな。この学園手際が悪いよね。まだ用意できてないなんて。エイメス？もう行かなきゃ。先生、ちょっと休憩してきます。漂白者さん、授業は真面目に聞くのよ。終わったら私のところに来なさい。ニボラさん、黄昏期の永遠の冬から続けて。シグリカ、図書館まで一緒に行かない？いいよ。そうだ、さっきの人
授業中にずっと独り言をつぶやいてたね。漂白者さん、さっきは何かあったのでしょう？エイメスという女の子が急に教室を出て行ったと？まさかこんな形で彼女の名前を耳にするなんて。もしかすると君は幽霊に出くわしたのかもしれないわ。教室にいた子の中で彼女が見えていたのは君だけよ。ルシラー学園長は彼女について何を知ってるの？ラベル学部で過ごしていればいずれ耳に入るでしょう。まあ十数年前の学生だけど。昔エイメスという名前のエクソストライダーの適格者がいたのよ。成績も人当たりも良かったから彼女を気に入っている教授も少なくなかった。でも十数年前の操縦授業で突然姿を消してしまった。他の学生とコックピットシミュレーターに入ったのに、開けると彼女の姿はなかったの。興味があるよね。彼女を探すつもりかしら？助けてもらったね。これでまた謎が増えたわ。何年も行方不明になり亡くなったと思われた人がどういうわけか学園にいた。果たして君の妄想なのか、それとも裏があるのか。結論がとても気になるわね。エイメスはシンクロリンク訓練場で失踪したわ。当時彼女が乗っていたシミュレーターはそこにある。興味があるなら行ってみなさい。彼女を探すために学園も随分と骨を折ったものよ。もっとも収穫はなかったけれど。今まで通りサプライズをもたらしてくれることを期待しているわ。太陽の精霊がどうしてこんなところに？太陽の精霊が訓練場の中に。周波数の流出が加速してる。やっぱりまだ不安定だね。具合はどう？なんとか。あのメカスカウトが離れたら流出の速度が遅くなった。
メカスカウトから感じた周波数、穂波氏の裂け目から感じたものとよく似ていた。奴はエーメスを見て離れていった。2回も助けられたのに、あなたのことが何もわからない。十数年前に消えたエクソストライダーの適格者だとは学園から聞いたけど、それとその手。今の私はエクソストライダーの適格者なんかじゃないよ。私はエクソストライダーの共鳴者なの。ただとっくに死んじゃってデジタルゴーストになってるけどね。十数年前、地下の封印が壊されてからストライダーゲートの向こう側にいた名式が上にあるラハイロイを飲み込もうとしていたの。当時の私はただの学生だったわ。エクソストライダーとの同調率も 100% までいかなかった。でも状況が状況だったし仕方なかったの。エクソストライダーの眠りが長かったから少し強引なやり方を試すしかなかった。つまりオーバークロックして共鳴を試みたの？そうよ。すごいでしょう。一瞬だけど目覚めさせたわ。それで完全に名式を封印して一段落したの。おかげでみんな死なずに済んだ。だけど私の体は限界を迎えて引きちぎられたわ。まあ死んだとはいえまだ存在してる。こんな形だけど。それにもう誰にも私は見えてない。今のあなたを除いてね。あなたが見えるようになったのはこれのおかげ。ドライブのコアよ。エクソストライダーに依存してる今の私にとってそれは心臓とも言える存在。デジタルゴーストになってからずっと私は自分の存在を取り戻して再び現実で生きることを諦めてない。まだやるべきことがある。エクソストライダーの完全な共鳴者にならないといけないの。あの時は異常な状態で共鳴したせいで力は部分的だったし不安定だった。長い間私はコアで自分の力を強めてきたの。太陽の精霊たちに助けられながらね。そのコアは今あなたのもとにある。だから私が見えるようになったんじゃないかな。もしかしてドライブが落ちてきた時から？そう、あの時からそのコアはエナジーとしてあなたの体に保存されてる。こうやって権限させるのは初めてよ。すぐには方法もわからなかったし。瀕死のモーニエを助けてくれた少女っていうのはエイメスなんだね。あの後輩はあなたと仲が良かったし何回か話したことがあるから助けてあげたの。後輩？やっぱり私は昔からモーニエのことを。言い忘れてた。モーニエ教授を助けた時のあなた、とってもかっこよかったわ。冗談はここまで。でも私は本気。
どんな時でもあなたなら人に手を差し伸べると分かっていた。誰かを救えるなんて本当にすごいことよ。ドライブのコアの話に戻るわ。この件はシギルム、つまりさっきあなたを襲ったメカスカウトとも関係してる。あれはあなたが遭遇したボイドワームと似てるわ。大部分はエクソストライダーのパーツで作られた機械の造物。でも名式のボイドマターに汚染されてる。私はあれに力の一部を奪われたせいで存在探しが一時的に中断されてしまった。今はコアも奪う目標になってるみたいだわ。エクソストライダーとその力を持つ私が消えない限り消滅させることは不可能。これは同じ力を持つ私にしかできない。接触によって周波数が失われていく症状もシギルムを倒せば治るはずよ。そして私は力を取り戻せる。あいつのせいであなたがコアを持ってる今も私は不安定のまま。触れられたり触れられなかったり面倒だわ。協力してくれる？コアは今あなたの手にあるし、ドライブも落ちた以上私一人の力じゃどうしようもなくって。それにあなたが持ってるとコアの運転スピードも速くなるみたいね。まだ全てを打ち明けてくれたわけではないと思う。でも私や多くの人を助けてくれたのは事実だから、私はあなたを信じて協力する。具体的に何をすればいいの？存在とはこの世界で生きていた痕跡。それを誰かが思い出して話題にして見つけてくれたらいい。私が生きてた頃に行った場所にはきっと何か残ってるはず。当時は稼働していたドライブを頼りに周波数を記録して取り戻してたわ。今まではこの子たちが助けてくれてたの。これからもきっと導いてくれるわ。簡単でしょ？コアを持って私と太陽の精霊に従いながら私と縁のある場所に行けばいいの。わかった。それじゃ先にお礼を言っておくわ。優しいお隣さん。太陽の精霊はエレベーターの下の方へ行ったわ。私たちも続きましょう。その前にまずはモーニエに連絡しておきたい。ドライブは長い間ラハイロイの太陽だったからね。そのコアを使う以上学園に知らせるべきだよ。構わないわ、どうぞ。エイメスには気になる点がある。私たちの出会い、デジタルゴーストになってから何をしていたのか、それとなぜシギルムに力を奪われたのか。ゴーストになってから何年も経ってるのに今の精神状態を保ってるくらいだ。何かしら考えがあるはず。そう簡単に教えてはもらえないと思うけど、どこかでタイミングがあれば聞いてみよう。どうしましたか、先輩。エクソストライダーのドライブが落ちてもコアは残っているのですね。もし修復に関わる重要なものならエクソストライダーに返した方がいいでしょう。スタートーチ学園とロイジンの共通認識でもありますから。しかし先輩の言う通り研究員がコアに興味を示すのは自然なもの。
モニー。しばらく会わないうちに訓練場で暴れていたなんて驚いたわ。後始末は私の方でするわ。君は自由に動いてちょうだい。私とモーニーの通信を傍受してたの？私たちは君を重要視しているの。当然動きには気を配ってるわ。私たちとは？もちろんスペーストレックコレクティブよ。そう、青春の邪魔になるようなめんどくさい大人とでも思ってちょうだい。研究員と学園のコアに対する意見は私が何とかする。ことがことだけに私の話を聞いてくれるでしょう。ただし用事が済んだらコアをエクソストライダーに戻すのよ、漂白者さん。モーニエには伝えなかったけど、前に話したエイメスという子と関係してるのでしょう。質問が多いね、ルシラー学園長。通信を傍受しておきながら喜んで話すと思った？悪かったわ。エクソストライダーと関係してると思ったら学園の責任者として焦りが出てしまってね。それにウォーレンのこともあったでしょ。現在公共路線の安全レベルを引き上げてるわ。もう二度とこんな問題が起きないように。お詫びに必要そうな権限を全て付与しておいたわ。リンクドスパインの往復や内部の資料ベースの閲覧、学園の装備の使用、文字通り全てよ。2人の通信に横槍を入れたことはモーニー教授にも謝ってくるわ。研究員の経費を追加しておきましょう。これで少しは機嫌が良くなったかしら、漂白者さん。どうしてコレクティブが私たちの行動を指示するの？知ってるとは思うけど、かつて君がラハイロイで活動していた時もエクソストライダーと何らかのつながりがあったからよ。黄昏期、ロイ人の神話で語られている栄東の終焉。名式アレフ1の脅威が増しつつある今、エクソストライダーには一日でも早く目覚めてもらう必要があるの。そのためにもドライブのコアは役立つはず。その点において君は必ず私たちの人間の味方でいてくれると信じてるわ。必要があれば連絡してちょうだい、漂白者さん。もちろんただのおしゃべりも歓迎よ。太陽の精霊が示した一つ目の場所は行動の方ね。もうすぐ控えの祝電で行動でイベントが開催されるはずよ。その頃には試験も終わってちょうど休みのはず。はあ、休みか。いい響きね。フリートスノーフラフが好きなファンは今もたくさんいるってだから言ったでしょ。すみません。あなたもフリートスノーフラフファンクラブのイベントに参加する予定ですか？行動の会場は準備中ですが、終わり次第いつでも歓迎しますよ。ラハイロイの学園シンガーだよ。ネットでしか活動してないけどとっても人気なんだ。でもサイトは十数年間更新されてないんです。最後のサンプルを残したきりそのままに。まあ落ち込む必要はないでしょう。普通に卒業したんだろうし。学園を出て別の場所で働いているだけかもしれないよ。顔を見せないのはファンたちとあんまり深く関わりたくないからじゃないかな。それに私たちは歌が好きでファンになったんだしさ。ほらせっかくだし聞いていってよ。私も新入生なんだけど聞いたらすぐ好きになっちゃったんだ。なかなかいいポスターね。ファンクラブか。みんなが楽しめるならいいんじゃないかな。それじゃ太陽の精霊を追って行動に行きましょう。
言ったでしょ。フリートスノーフラフが好きなファンは今もたくさんいるって。何回もボツを出したけどようやくファンクラブのポスターができファンクラブの記念品が間に合った。どうしたの？習慣かな。みんなと挨拶したり話をしたり講義や部活に出たりしてると今も生きてるように感じるの。そうでもしないと人間としての自分を忘れちゃいそうだから、私なりの自己暗示ね。フリートスノーフラフ？ええ、私のことよ。リアルでハンドルネームを呼ばれるのはちょっと恥ずかしいけど。ただの適格者じゃなくて別の顔もあったんだね。ちょっとした趣味だけどね。撮影もゲームも好きだし、友達と一緒に映画を見るのも好きだったから。思ったの。学生でいられるのってほんの数年でしょ。別に研究で成果を出したかったわけでもないし、思う存分学園生活を楽しもうと思ってね。いろんな趣味を見つけて楽しそうなことを全部経験したかったの。楽しくてリラックスできる毎日を過ごしたかったから。まさかこうしてゴーストになって十数年も学生をやってるなんて、考えるだけでも最悪よ。もしかしたら私一生卒業できなかったり。そうだといいけど、人は支えなしじゃ生きていけないし、希望は必要ね。でも何年も前の話なのに私の歌を好きでいてくれる人がいるのはやっぱり嬉しいわ。この歌は自分を表現するために書いたものなの。こんなにたくさんの人に聴いてもらえるとは思わなかったけどね。ただ誰かに共感してもらえたり、ぬくもりや痛みを感じてもらえたりしたなら嬉しいわ。聞こえた？今講堂で流れてる歌が未完成のままサイトに置いたものなの。残念だわ。こうなるって分かってたら例の訓練に行く前に完成させたんだけど、これじゃ遺作ね。そろそろ行きましょう。太陽の精霊が呼んでるわ。あれがラベル学部の代表なの？随分と大胆な発言だね。宇宙冒険部の部員募集みたいな新入生の講演だったな。教授の顔が青くなってたぞ。
でも内容はすごかったよ。私たちには誰よりも強い欲望と野心があるから、再び宇宙に足を踏み入れたいって思ってるんでしょ。エイメス、確か彼女は同調率テストの結果が高かったはず。もしかしたら今年はエクソストライダーのパイロットが誕生するかもしれないぞ。どうかしら。あの子の噂聞いた？趣味が広いとか言われてるみたいだけど、それってただの飽き性じゃないの？だとしても優秀だ。違うか？彼女に必要なのはわずかな導き。いつか星の海を泳いで、あの冷たくも美しい本当の宇宙に触れられますように。私の講演は以上です。これ以上話してると今年の単位が危ないので。スタート内学園に入学できて本当に嬉しいです。皆さんと一緒に世界の外を探索できて光栄に思ってます。一人の学生としてこれからの学園生活に心から期待しています。ただ、家族に講演を聞いてもらえなかったことだけが残念です。彼女に伝えたいです。私は今も元気に楽しく生きていると。すべてあなたの望んだ通りだから心配する必要はないと。思い返すとあの頃が懐かしいな。スタート内学園は本当にいい場所だった。時々騒ぎを起こしてたけど、教授たちは本気で私を退学させる気はなかったわ。だけどラハイロイを救うために大きな対価を払ったのに誰も知らないなんてね。エイメス、あなたは少しはね。でも大丈夫よ。寂しくても怖くないわ。それに私意外と忙しいの。ただちょっと残念ね。卒業式で友達と抱き合ったり祝福の言葉を送れなかったのは。太陽の精霊が外に行ったわ。早くついていきましょう。学園の外に出るなら行き先はロイ表現かな。あ、多分リンクドスパインね。あの剣の上なの？そう。寒くて寂しくてずっと雪が降っている真っ白な野原。そしてエクソストライダーが眠りに落ちた場所。
次はリンクドスパインだけど、準備はできてる？実は小さい頃、こっそりリンクドスパインに忍び込んで一人で表現に行ったことがあるの。昔から勇気があったんだね。今度は天気に恵まれるといいんだが。設備の準備は万端？ああ、問題ない。寒い？大丈夫。エイメスは？特別に教えてあげる。ゴーストは温度を感じないの。雪、本当に綺麗ね。奇遇だね、こんなところで会うなんて。どうやら今日はいい日のようだ。あ、リューク先生ね。彼と話してる時は私のことを忘れて。でなきゃ空気と話す変な人に思われちゃうだろうし。あなたも隠れておいて。これは私たちの秘密の旅だもの。彼のことを知ってるの？学園のお医者さんだし、誰でも知ってると思うわ。そこまで親しいわけじゃないけど、リューク先生はラハイロイに来てから長いし、信頼できると思う。表現まで来たのはエクソストライダーを見るためかい？そうか。私は長期調査中の研究員たちを見に行こうと思ってね。つまり君と目的地は一緒だ。ガイドは何かと役立つと思うけど、どうかな？それとバイクを少し改造してあげよう。表現は水域がいくつもあるし、今の機能だと足りないだろうから。バイクの改造までできるの？こう見えても表現にはよく来てるからね。多少の知識はあるさ。私バイクが大好きだったの。バイクの神様って呼ばれてたくらいよ。私が飛ばすバイクの後ろに乗って怯えた人が言った言葉だけどね。見てごらん。何年も前の話だけど、ここはうっそうとした密林だったんだ。当時からロイ人はここで遊牧生活をしていた。ラハイロイの原住民として自然と共に生きていたんだ。森が表現に、悲鳴が原因？そう、あの悲鳴がソラリスの時局を移動させた。それ以来ラハイロイは新たな拠点となったわけさ。ただ実は悲鳴以外にも大きな変化があったんだ。その昔、人々は星空に触れることができた。
だけどあれ以来天空海が広がっていき、ソラリス中を覆ってしまった。あれ以来宇宙は私たちを拒んだ。上にある空が本物なのか、それとも海に映る像なのか、検証すらできなくなってるわ。無数の宇宙機が墜落し、さまざまな探索プロジェクトが中止された。スタートーチ学園は設立以来、エクソストライダーを通して宇宙探索を試み続けてきたんだ。天空海を、そしてストライダーゲートを経由してね。天空海ならわかるけど、ストライダーゲートって？ラハイロイの歴史は知っているね。エクソストライダーも名式もストライダーゲートを経由してソラリスに降臨したのさ。その2つの存在に関する推論が学園には数多く存在する。君が興味を持ちそうなものを挙げると、ストライダーゲートは宇宙空間につながる通り道で、アレフ1はソラリスの外から来た名式なんだ。ゲートが存在している以上、人が開けようとするのは自然だろうね。だけどあれを通るにはエクソストライダーを目覚めさせ、アレフ1の脅威と真正面から立ち向かわなければならない。私は思ってるんだ。ボイドストームやボイドワームよりアレフ1はさらに危険なものをもたらすんじゃないかとね。今の名式は誕生場所や既存の文明から性質の一部を推測できるけど、アレフ1については何もわからない。星の海を自由に泳ぎたい。再び宇宙にたどり着きたい。多くの人がそんな夢を見てる。しかしその夢を叶えられた人は一人としていない。天空海の異変、宇宙を追う夢はあの瞬間から始まった。そしてその夢は今なお続いている。リューク先生。リュークでいいよ。その方が親しい感じがするだろうし。リューク、さっきは学園をどう思うか私に聞いたけど、逆に教えてほしい。スタートーチ学園に来てからどれくらいなの？ 20年くらいかな。その前はソラリス各地を旅していたんだけど、友人に頼まれてラハイロイに来たんだ。見て、氷壁の内部に古の命が凍ってるでしょ。長い歳月を経ても過去の姿がそのまま残ってる。こんなやり方で永遠を得ても正直悲しいと思う。きっと近くにあるはず。あれ？あなたは教室で独り言をつぶやいてた。えへ？リュウカ先生もいたんですね。二人が一緒にいるのは学園の新しい表現調査プロジェクトのためですか？私は研究員たちの定期検査に来たんだ。漂白者は別の用事だけどたまたま会ってね。ニボラ君は今回も墜落物を探しに？はい、
ち上げられたので表現に変化が起きて、もしかしたら新しい墜落物が見つかるかもしれないと思ったんです。墜落物？ずっと前に空から落ちてきた宇宙機のことだよ。探査機や衛星、宇宙ステーションとか。この前は墜落物から悲鳴のせいで失われた資料がいくつも見つかったんだ。それとあの映像、宇宙で撮った星の写真、とっても輝いてたね。興奮しちゃいました。ごめんなさい。ありがとう。たまに自分の気持ちがコントロールできなくなっちゃって、同じ話題ばかり話すのは申し訳ないんだけど。宇宙、果てしない星々の向こうには何があるのかな。ニボラはそれが知りたいんだ。ニボラが表現に来たのももう少し探そうと思ったからで。測定器のデータによると、この近くに走るんだ。リュウク、ニボラ、怪我はない？あら、私は無事よ。だってゴーストだもの。ぶつかるわけないわ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ニボラのせいで皆さんを危険な目に。ただの事故だよ。この通り無事だし、自分を責める必要はない。ただ後ろの通路は完全に塞がれてるみたい。氷壁を登るのはこの高さだとリスクが大きすぎる。学生もいる以上安全な方法で行こう。学園には連絡しておいた。そのうち救援が来るはず。ニボラ君を学園に送ったら再出発しよう。次の目標はこの奥らしいわ。
宇宙ステーションの底に道があるはずよ。行ってみる？宇宙ステーションの内部に行ってみない？ここは気温が低いし、また氷壁が崩れるリスクもある。中で救援を待とう。ニボラもその方がいいと思う。もっと中の様子を見てみたいし。漂白者がいるわけだし、少し探索する分には問題ないかな。よし、行こうか。そういえばラハイロイに来る前もよくこんなことをしてたの？何のこと？つまり誰かと一緒に歩いたり、いろんな景色を見たり、物語みたいな経験をしたりして最後に別れる。そんなロードムービーよ、ロードムービー。どう？合ってる？そう、私ロードムービーが大好きなのよね。あなたの映画に今回は役者の一人として出演できてよかったわ。そろそろ行きましょう、お隣さん。あそこに壊れた入り口があるんだけど、塞がれてるみたい。周波数が不安定だからバリアができたのかも。エクソストライダーが眠るロイ表現はボイドストームのせいで一部エリアの周波数が異常をきたし、不安定な状態に陥っている。ちょうどいい。モジュール生成器の権限を付与してあげよう。すでに権限を持っているみたいだね。権限？前にルシラーが付与してくれたものだね。さて、モジュールの生成に良さそうな場所へ移動しようか。行こう。これはスタートーチ学園が表現で仕事をする人のために作ったモジュール生成器だ。ボイドマターによって不安定状態に陥った周波数とインタラクトできるようになる。やってみるといい。今後も表現探索をする上で使う機会はあるはずだ。やっ、それ、ふっ。やっ。これまでに見てきた墜落物よりもいい状態で残っているね。すごい。上昇山で似た文字を見たことがある。確か測定の文字ね。ただ今回も意味は読み取れない。これは皆さん、スカイアークへようこそ。私は本日の案内を担当するブンロと言います。一日見学が無事に終わるよう、同行の先生たちに従ってはぐれないように気をつけてください。皆さん、こちらをご覧
お分かりの方も多いでしょうが、ある時期から突如天空海はソラリス上空に現れました。その時食帝は高密度な反響エナジーの中で白い髪の女の人を目にしました。一瞬でしたが、あの影は私たちに多くの謎を残したのです。天空海とは何なのか、何ができるのか、そしてなぜ現れたのか。食帝がスカイアークで行っていた研究はそれらの謎を解明するためのものでした。システムに権限を登録してついてきてください。次は中央エリアに行きましょう。そこにはもう一つの重要な成果、天空海の雫をコアにした移転装置が収められています。天空海の雫？墜落物にあったなら、もしかして異変が起こる前から始まってた研究プロジェクトなの？これ超すごい発見だよ。感動。やっぱり表現に来てよかった。あのナビゲーターは宇宙ステーションのシステム内に残された投影のようだね。スペーストレック研究員の天才たちが騒がしくなりそうだ。一日見学ね。ナビゲーターの口ぶりからして見学者は子供みたいだわ。あの時代の人たちは宇宙に行くことなんて何でもなかったのかな。しかし貯蔵用の容器は特殊な材質だろうから、無傷で移すには時間がかかるはず。この宇宙ステーションは食帝の作り物だ。墜落物の中でも稀な存在だね。同時期の墜落物が学園に送られてきたんだけど、どれも似たようなシステムだったからね。呼び起こすだけなら簡単さ。食帝の文字についてはある理由で少し研究をしていてね。そのペンに書かれているのも食帝の文字。ある理由というのがこのペンなんだ。君とも無関係ではないよ。まあここで話すのもなんだし、スタート地学園に戻ったら保健室においで。詳しく説明するよ。少しばかり長くなるかもしれないけどね。謎を抱えてるみたいね。私も気になるし。ねえ、一緒に行っていい？なら臨機応変に行動しようかな。皆さん、こっちに外来者通行証を登録するシステムがありますよ。行こう。歴史を感じるね。スカイアークへようこそ。皆様と知恵の船に乗船し、星の海を泳げて光栄です。大事にしないとね。先ほどの権限だけでは宇宙ステーションの全部に行けるわけではない。後ほど再登録する必要があるだろうね。それに本体の状態は良好とはいえ、システムによると一部のパラメーターが限界値を超えているらしいんだ。おそらくここに収容されている天空海の雫にも異常が起こり、宇宙ステーション全体に散逸していったんだろうね。
あの流れているような球状の液体が天空海をコアにした移転装置のはず。隣の制御パネルの方へ行ってみよう。天空海の雫が散逸したせいで宇宙ステーションの一部エリアが混乱しているみたいだ。この移転装置は雫と根源が同じ。乱れた雫を安定させて私たちを別のエリアに飛ばすこともできる。不思議だね、このような特性を持っているとは。ハッチが正常に戻ったみたい。結構楽しかったかも。いつもやってたワープとはまた別の感覚だわ。道が途絶えてるわ。さっきのモジュール生成器を使ってみて。行こう。忘れた？私はデジタルゴーストだもの。こんなシステムに侵入するくらい楽勝よ。エイナビちゃんがご案内します。大事にしないとね。これは予想外ね。さすがはソラリスで活躍中の一番星。ずば抜けたジャンプ力ですね。あのね、エイメス。容器の中に入っている星のかけらや天空海の雫は皆さんに説明をしたクレメントおじさんが宇宙から集めてきました。とても大変な仕事なので毎回しばらく休眠期間が必要なんです。皆さんでクレメントおじさんに挨拶をしてからここに集まってください。では天空海プロジェクトを考案した春季教授にお話を聞いてみましょう。先ほどの移転装置はみんなはもう使ったね。あれは最近私たちが挙げた初めての成果なんだ。
そしてあの海は通路になる可能性があるという天空海に対する推論を証明してくれた。この雫は特別な性質を持つ。これを媒介とすればソラリス人が行ったことのない場所にも行ける可能性がある。今現在測定は正しい方法を見つけていない。だが近い将来解決されるだろう。私には自信がある。測定に対する自信だけじゃない。星の海を探索する意志の固さもあなたたちなら興味を持ってくれるはずだという自信もある。星の光を貪る探求者は常にソラリスの星の海の下に立ち、空を眺め宇宙に向かって飛んでいくだろう。先日優秀な学者が一人スカイアークに参加してくれた。移転装置も彼女の協力を得て生み出されたものだ。それではその三重教授に構想を聞かせてもらおう。残念ながら彼の夢は叶わなかった。それどころか宇宙探索は当時より衰退してる。星の光を貪るか天空海の後ろ側、未知の地に足を踏み入れるなんてロマンチックに聞こえるけど、そこで待っているのは望まない景色の可能性もあるのにね。漂白者、ここのシステムに面白そうな痕跡があるよ。この宇宙ステーションの墜落時期はだいぶ昔のようだね。けれど長い時間の中でスカイアークシステムは一度起動されたようだ。まだ人が生きているとでも？いや、どうだろうね。仮に生きているとしたらとっくにこの宇宙ステーションは見つかっているはずだ。システムは起動されたけれど与えられた指令はハッチの封鎖と設備のロックのみ。その後活動は一切見られないね。起動した人物は分かりそう？ちょっと待ってね。よし、見つけた。権限所有者の名前はクレメントだ。さっきのナビゲーターが呼んだ名前ね。天空海の雫を集めた人。これ以上は何もわからないかな。ひとまずスタートーチ学園に全面的なチェックをしてもらうから、情報をつかめたら知らせよう。分かった。いつでも連絡して。さっきは教授の話が終わっていないのに映像が途切れて残念だったね。子供たちに紹介しようとしてたけど、一体どんな話をしていたんだろうね。スカイアークへようこそ。宇宙ステーションのガードシステムがここで無効に。この化け物たちは全部ボイドマターに汚染されて不安定状態に陥っている。
任せて。周波数がおかしいわ。ここも不安定状態みたい。成績だりよ。スカイアークシステムに入って調べてみたわ。ここは宇宙ステーションの資料を保存するエリアみたいよ。この直方体は全部資料保存モジュールね。ずっと移動してるあれがスカイアークシステムの故障によって私たちを攻撃してきた異常モジュール。ボイドマターの濃度が上がったみたい。奥に移動したようね。これでどうかな。奥に移動したようね。これでどうかな。ほら、ラハイロイブロックの完成。スペースファンタジーカティアシリーズには毎回このミニゲームがついてたわ。私のお気に入りでね、昔は上手だったの。ここの異常は前よりもひどくなっているね。少し持ちこたえて。スカイアークシステム内から何とかするわ。とりあえず生成機でエラーモジュールたちに干渉して。侵入完了。ねえ、じゃんけんしてみない？それじゃグーを出して。勝った！すごかったわ。ラハイロイブロック、もう一回くらいやってみたいかも。やっスペースファンタジーカティアシリーズの中だとただの雑魚ね。片付けちゃうわ。モジュールが落ちたおかげで敵がなんだかずっとラッキーな気がしませんか？そうだね。攻撃してくるモジュールもあったけど、これは好かれているのか嫌われているのか。スカイアークへようこそ。一日見学は終了です。ナビゲーターに従って中央エリアまで戻り、外来システムからログアウトしてください。星の海で再会できる日を待っています。よっ。ボイドストームに侵食された痕跡がいっぱい。ここまで高濃度なボイドマターは上層エリアに滞留しているはず。何らかの影響で抑えられているのだろうか。奥に何かあるわ。
ボイドマターの濃度が高すぎる。スカイアークシステムが暴走しそうね。私がシステムの内部に入って制御権を取るわ。全てがボイドストームに汚染されている。あれも含めて。医者として判断を下そう。ボイドマターの侵食から解放することが今の私にできる最善の治療だ。ちょうどいいね。我々は星の海より落ち遊びは終わりだよ。やっはっ器となろう。今その苦痛に対価を受け入れよう。やっようやく血が出たね。組み替える。あの時よりは軽い。君の葬式は私が執り行う。危ない。ここから離れ。風が今波となる。やっしまった。潮騒よ、すべてをさばけ。油断した。悪行は風よ、巻き起これ。これからよ、聞いてみよう。悪行はこの手で裁く。嵐、私に力を。処置が必要だね。形をなせ。脈を解明する。白夜に葬ろう。均衡を崩す。私が下そう。慈悲深い死。遊びは終わりだよ。風が今波となる。ニボラ君の怪我の具合を見たいから、周囲の脅威を確認してもらえないかな。分かった。早く行ってあげて。あれは。スカイアークシステムが安定してきたわ。見て、あそこにクレメントって書いてあるでしょ。
さっきの宇宙飛行士の名前よ。何年も前に彼は休眠装置から目を覚まして墜落したキャビンを自分ごと奥に封じ込んだみたいね。このキャビンはボイドストームに覆われてる。目を覚ましたらすぐボイドマターに汚染されてしまったはず。あの指令も変異して理性すら失った自分を上層エリアに隔離することでみんなを傷つけないようにしたかったからでしょうね。スカイアークの墜落後、時間が経ちすぎていたし、残念ながら守るべき人なんていなかったと思うけど。さっきの様子だと理性は全部失われていた。その前に宇宙ステーションの人々を守り、自分を閉じ込める判断ができたのは彼の本能だろうね。守りたかった人が今も愛し合いながら暮らしているという夢に落ちたのは彼にとってせめてもの救いね。だってもう現実は変えられないもの。このファイル、映像みたい。見るんだ。天空界から人が落ちている。さっきの映像に映ってたのは過去の私。おそらく宇宙ステーションが墜落した時のもの。リュークが言ってた天空界の異変が発生してソラリスを覆った頃かな。映像にあった雫は疎開雨。つまり落ちたタイミングは天空界の異変よりも前ね。だけどなぜ私は天空界から落ちてたんだろう。向こう側から来たようにも感じる。春季教授が言ってた。この雫は特別な性質を持ち、通路として使える可能性があるって。あの時の私はまさか。エイメス？どうしたの？違う違う。私は平気よ。映像は自分の記憶の中に留めておいた方がいい。スタートーチ学園のものが見られないようにしておこう。前に言ったことは覚えてるかい？この学園には様々な勢力がある。君の過去に関連するものは慎重に扱わないといけないんだ。そうだろう？ブラックショアの指導者。それを知る人は限られてる。リュウク、もう少しはっきり言ったらどうかな。あなたは過去の私を知ってるんでしょう。でなければ私がただの鼻持ちであることしか知らないはず。あなたと私は一体どんな関係なの？そうだね。友人かな。交流の言葉で言うと、君子の交わり、淡きこと水のごとしといったところさ。特に親友と呼べるほどではなかったよ。あるきっかけで知り合い、そこに別の事情が重なって君から頼まれごとを引き受けたんだ。
そうだね。偶然の出会いを経て互いを信じ合う友になったという答えで満足してもらえるのかな。大丈夫だよ。しばらく君はラハイロイに滞在するだろうし、一緒に仕事をする機会もあるさ。スタートーチ学園には様々な勢力が存在する。こんな映像が流出したら後始末が面倒だ。前回君が去ってから過去の秘密を暴こうとする連中がいてね。まったくソラリスの人気者は大変だ。君は少し変わったね。そうだ、長々と昔話をしてる場合じゃない。ニボラ君が怪我をしている。応急処置はしたけど、医者として彼女のそばにいなくては。私は学園の救援を待つよ。この先は君一人で進むんだ。わかった。また保健室で会おう。リュウク、さっきの少し変わったってどういう意味？あくまで個人的に感じたものだけど、強いて言えば昔より軽やかに見えるよ。希望を抱いているのか幸せそうに思えた。もちろん悪い変化ではないさ。もう少し頑張るんだ、ニボラ君。学園の者がすぐに来てくれる。わかりました。4人チームだったはずが2人になっちゃったわ。で、私は数に入らないかな。となると今は1人ね。実は表現の観測基地で働いてたことがあるの。その時は別の道を使ってたけど。意外だね。趣味のサークル活動が好きなタイプで、野外調査に行くようには見えなかった。あの頃はボイドストームに興味があったの。だから一応趣味って言えるかも。距離がありそうだね。バイクで向かおう。この先はあの光に沿って進みましょう。ここだったのね。さっき言ってた観測基地。その一つよ。いくつかの拠点で働いてたの。でもここは運が悪かったみたい。この様子じゃボイドストームに巻き込まれて全滅したんだわ。だから彼らと会えなかったのね。入れ違いで会えないだけだと思っていたかったけど。エイメス。ボイドストームに飲み込まれた物質は次第に存在を失い、全ての人から忘れ去られてしまう。もしカセットが持ち帰られていれば少なくとも記録は残る。でも
それさえ消えてしまったら死そのものがなかったことに。ドライブのコアを使ってもう一度彼らに会いたいの。エイメスは本当にすごいな。君がいなかったらグローモスに踏みつけられて大怪我するところだったぜ。俺は今も心臓がバクバクしてるのになんともなさそうだな。ラベル学部の適格者はみんなメンタル強いのか。本当に感謝してるならストームの話をたくさんしてあげなよ。エイメスはそれに興味があって表現に来たんだから、その何年も書き終えていない論文さっさと出しなって。あなたはカセットが糸口になると考えていますか？そうですね。今のところあれは記録する機能しかありません。ダビングですか。少し夢物語のように聞こえます。エクソスオームからヒントを得るのはどうだろう。ラハイロイでボイドストームに対抗できるものがあるとすれば何か関連しているはず。エクソストライダーは切っても切れない存在だからな。論文でも美味しいシチューでもいいわ。私好き嫌いはないから。ストームの話だけど、さっきの提案全部試してみるわ。一番の問題はやっぱりボイドストームに対する理解が少なすぎる点ね。特に高濃度のストームの奥は探査機が帰ってこられなくて研究が進んでいないから、私いつも思うの。幼い頃、両親はストームに存在を飲み込まれて消えた。しばらくして私も二人の顔を忘れちゃったわ。だから死んだとはいえ悪いことばかりじゃないの。デジタルゴーストになってからボイドマターの影響を受けなくなったし、たとえ同僚や友人たちが世界から消えてしまっても、私だけはみんなのことを覚えてる。エイメス、何？無理に笑わなくてもいいよ。疲れるでしょ。もう私は嬉しいの。本当にこれは自分自身で決めた生き方。あなたは真面目に考えすぎてるから表情が硬いのかな。きっとわからないと思うわ。私が今どれくらい幸せなのか。さあ行きましょう。表現に眠る巨人ラハイロイのエクソストライダーに会わせてあげる。
トになってからの十数年間、私はずっとラハイロイにいたの。エクソストライダーからあまり離れられなくって。でもあなたはいろいろなところを旅してきたんでしょ？何か聞かせて。そうね。本州を封鎖していた雨は止み、凍りついた時は溶け、月追祭の祝いの中で新しい未来を迎える。そこからブラックショア、あなたを見守り続けていた場所へ戻ったと。そして波に浮かぶ双子の群島ラグーナとセブンヒルズ。全く違う雰囲気で楽しそうね。よかった。話が聞けて満足したわ。Satellites, quiet core, resonance is hard to find. Meteors crash towards frozen crust that can't crush, crave for the unknown. Engine falls. いつも順調だったわけじゃない。予期せぬ事態や危険なこともあった。それでも楽しそうね。みんなのことが好きなんだって伝わってくるもの。記憶を失ってからの旅も。ここは分かってたわ。次はきっとここだって。あの先に見える家は私が家族と暮らしてた場所。ダメだわ。少し心の準備をさせて。まだちょっと。やっぱりあれが現れると周波数が急速に失われていく。ボイドワームと同じ名式に由来するってエイメスは言ってた。周波数は確かに似てる。だけどそれほど単純ではないような。故郷お前大丈夫か？
周波数が流れ出てるぞ。内側からずっと塞ごうとしてるのに止まらない。このままじゃこれでどうだ。やっと止まったぞ。でも眠気が少し休む。ありがとうアブ。ゆっくり眠って。次はあんな風に飛び込んで助けに来ちゃダメよ。湖の底はボイドマターの濃度が高いの。もし深層のボイドスペースに落ちてしまったら、たとえあなたでも飲み込まれて消えてしまう。いつもそうやって心配させるんだから。存在を飲み込む名式アレフ1が持つ特性は虚無で、あらゆるものを消してしまうっていう仮説があるの。そしてその本当の姿はブラックホールによく似ていると。実際仮説は正しかった。体験した私だからこそわかる。今までたどり着いたのは私だけ。なぜなら私は死んでるから。生きてる人はあそこにいられない。名式の内部に入ったの？ええ。高濃度のボイドストームは名式の内部の形になったものであると同時に入り口でもあるの。真っ暗なのにまるで万華鏡みたいな高次元空間だった。時空そのものがバラバラで混沌としてたわ。違う時代に飲み込んだ者たちが同じ場所に現れることだってあり得る。あなたが多くの名式と戦ってきたのは聞いたわ。でもアレフ1はこれまでの相手と違う。あれは目的を遂げてしまった。ボイドスペースをさまよいながら見たわ。飲み込まれた数々の文明を。ラハイロイに届いてる名式の力はほんの一部に過ぎない。けど今もストライダーゲートの封印をこじ開けてソラリスの全てを飲み込もうとしてる。だからエクソストライダーが目覚めるまでもう一人で無茶はしないで。さあ、まずは家の中で休みましょう。行こう。私は外でシギルムの動向を見張っておくわ。あなたは少し休んで。勝手にどこかへ行っちゃダメよ。水中で思い出した光景。彼女が戻る前にここを見て回ろう。ゲーム機とコントローラーが2つ。画面にはうっすらと埃が積もってる。
しばらく誰も使っていないようね。スペースファンタジーカティア6、スプリットスターズ。ほとんどはロールプレイングか2人協力プレイのゲーム。子供の落書きね。いろいろな救世主が世界を救う物語。それにしてもワイルドな画風だね。大きな猫と小さな猫、2匹で1組のぬいぐるみね。少しくたびれてる。柔らかい。抱いて寝るのにちょうど良さそう。太陽の精霊がソファーの方へ。エイメスはまだ戻ってこない。もし私の推測が正しいなら、またスノーフラッフシールをいじめてきたの？今じゃエイメスの姿を見ただけで逃げていくじゃない。このままだと表現のガキ大将になるよ。宿題はしたの？エイメスもそろそろ入学できる年でしょ。ゲームで遊ぶ時間を少しは勉強に回したらどう？あの子たちも遊びたがってるの。でなかったらわざわざ近寄ってきたりしないでしょ。宿題ってもうスターズをまたやろうって約束したのにちゃんと守って。でも今日はゲームより先にあなたが折ってたあれを教えてほしいの。いい？あれって紙飛行機のこと？私のはすぐ落ちちゃうのに、あなたが作った紙飛行機はどうして遠くまで飛ぶの？実はちょっとしたコツがあるの。教える代わりに
まず宿題を終わらせて。そしたら一緒におろう。いい？わかった。約束ね。ええ、約束する。どうやって切り出そうかずっと考えてたの。そしたら幼い頃目を覚ましたら両親の笑い声を思い出せなくなってたの。声も顔もぬくもりも全部ボイドストームの中に消えてしまった。そのうち忘れてしまった事実さえ思い出せなくなったわ。私はそれが心から怖かったの。どうすれば抗えるのかわからなかった。感じるのは体の芯から這い上がってくる冷気だけ。震えを鎮めるために何かしなければいけないと思って。それで私は一人でビアートルウーズから逃げ出し、リンクドスパインの中に隠れて表現まで来た。私の両親は外から来た研究員とロイ人なの。二人は長い間表現に駐在してボイドストームの研究をしてたわ。かつて家族で暮らした場所に戻りたかった。でも道すらわからなかった私はひたすら歩き続けるしかなかったの。そうしてたどり着いたのがこのギンヌンガミールという湖のほとり。大丈夫、怖がらなくていい。私は過去にエイメスを助けたのね。あの時はこのまま湖の底へ沈んでいくんだって思ってたわ。けど息ができなくなって意識が遠くなる私を温かい腕が抱きしめてくれたの。その人は必死に私を引き上げてくれて、目を覚ますとそこにいたのはあなただった。でも
両親が残してくれたお守りはなくなってたわ。多分湖の底に沈んだんだと思う。それが私はとても悲しかったの。大声で泣き出した私をあなたはあたふたしながら慰め、家に連れ帰って体を温めてくれた。その後は想像通り、しばらく二人で一緒に暮らしたわ。あなたがラハイロイを去る日まで。どうして教えてくれなかったの？だって変でしょ。知らない人から突然「こんにちは、私は昔あなたに面倒を見てもらってたの、久しぶり」なんて言われたらどう思う？次は何を言おうかな。前一緒に住んでた家に寄っていかない？あなたのおかげで優等生になったよ。うっかり死んじゃってごめんねとか。そんなことを口にしても無駄なプレッシャーと責任を感じさせるだけ。全く意味がないでしょ。雲稜谷で目覚めてから旅の途中で出会った昔の知り合いは自分自身を知る手がかりになった。それは決して悪いことじゃない。私はちゃんと自分で判断できるよ。もう少し信じて、エイメス。そうね。じゃあ文句を言わせてもらうわ。私が新入生代表として演説した時も、最初のシングル曲を発表した時も、同調率の新記録を達成した時もあなたはいなかったじゃない。でもすごく忙しかったことは分かってる。ずっと悲鳴に苦しむソラリスのために駆け回ってたんだもの。それはあなたが選んだ道。むしろいいと思ってる。だからこそ私も同じようにしたの。ほら、あなたがいない間もちゃんとラハイロイを守ったでしょ。まあ多少の代償は払ったけど、救世主の役目結構うまくやれてると思わない？本当？救世主の先輩に認めてもらえてすごく嬉しいわ。あなたが去ってから何も特別なことはなかったわ。いつも通り学園に通って楽しく過ごしてた。あなたが望んだように。ゴーストになってからもたださまよってただけ。学園とボイドスペースの狭間を。死んだおかげで中に入っても飲み込まれないっていう特権を得たんだもの。なら自分の好奇心を満たさないと。前にあったかって？ああ、授業中に私が名式の巨岩を撃退してあなたを助けたって言ってた時のことかな。本当に記憶にないの。でも名式の巨岩がいたなら多分ボイドスペースだと思う。
よくわからないわ。面識は奇妙な力を持っていてもおかしくはない。幻覚だった可能性は？今夜はここで休んで。出発は明日、あなたの体調が良くなってからにしましょう。存在もだいぶ回復したわ。エクソストライダーのところに着き次第、ドライブで補給すればシギルムを倒せるはず。すぐにあの邪魔者を始末してあげる。二人で一緒に解決しよう、エイメス。ええ、あなたは前に使ってた部屋を使って。私も自分の部屋で休むわ。お休みを言ってから部屋に戻るのなんて少し懐かしい気分ね。おやすみ。どうして寝ちゃってたのかな。紙飛行機、漂白者に見せないと。ゲームのセーブを忘れちゃった。せっかく新記録を出したのに。次は絶対漂白者のスコアを超えてみせるから。好きな物語のシーンを描いたの。勇者と悪竜の戦い、すごい戦士と邪悪な銀河帝国の対戦。服が変。漂白者に描き方を教えてもらわないと。こんな時間。出かけたら漂白者が心配する。漂白者、今度帰ってきたらどれくらい一緒にいてくれるのかな。もう変な人たちと関わってほしくないけど、毎日あんなにたくさんやることがあったらすごく疲れると思う。言っても聞いてくれないだろうし、今のうちにたくさん話しておきたいな。漂白者がくれた猫のぬいぐるみ。抱いてると暖かくて
安心して寝られる。この子に寄りかかってると、まるで漂白者がそばにいるみたい。エイメス、どうしたの？眠れない？元気ないの？いや、少し考え事をしてただけだよ。元気じゃないのに嘘はダメ。よく見てるね、エイメス。嘘じゃないけど、ただエイメスたちの言葉を借りるなら、故郷を恋しく思うみたいな感じだよ。じゃあ一回帰ってみるのは？もう私は帰れない。どうして？パパとママがいなくなってから胸がすごくもやもやするの。一族のみんなが話しかけてくれても遠いところから聞こえるみたいでぼんやりしちゃって。でも湖のほとりであなたの前で泣いたら少し楽になったの。もやもやして苦しかった気持ちが軽くなった。わかってる。あなたは周りの人にこういう話をできないんでしょ？だってみんなあなたのことすごい人だって思ってるから。でも私は子供だしすごいとかわからないし、私の前で泣いてもみんなには言わないよ。だから一人で悲しまないで。エイメス、私の故郷はとても遠い場所にあるの。故郷から与えられた使命を果たすために私はここに来たの。どんな使命なの？わざわざ遠いところから来るなんて。少し複雑だからエイメスにはまだ早いよ。じゃあもっと簡単に説明して。頑張って聞くから。簡単にね。エイメスが好きなスペースファンタジーカティアで例えるなら、世界を救うためかな。一つの目標に向かって動くだけ。使命を達成できるならどれだけ時間を費やしても構わない。そんな考えは正しいと思う。ある時、私は故郷に帰れないんだって悟ったの。その時から私は前よりも頻繁にあの遠い場所を思い出すようになった。エイメスたちが夢と呼ぶ休眠中、たまにそこへ帰って静かに故郷を眺めてるの。それが何の意味もない無駄な時間だと分かってたとしても。
わかるよ。ホームシックになってるんだね、漂白者は。そうかもしれないね。でも大丈夫。エイメスと話したら少し楽になったよ。この世界にはまだやらなければいけないことがたくさんある。足を止めるわけにはいかない。あまり心配しないで、エイメス。どうしたの？今は私の家族だよ。自分の家族を見つけて故郷に帰るまで一緒にいてありがとう、エイメス。昔の夢だわ。故郷ね。おはよう。そろそろエクソストライダーのところへ行きましょう。エクソストライダーの周りは海よ。リューク先生がカスタムしてくれた新しいバイクを試してみましょう。終点へ向かう準備はいい？エイメス、力を完全に取り戻したらまた姿が見えるようになるの？さあ、どうかしら。何しろ前例がないから。ただ可能性はあると思うわ。もしそうなったら何かしたいことはある？まだ考えてないけど、絶対もう一度学園の中をゆっくり見て回るわ。その時はあなたも一緒よ。ほら見て、今は眠ってる。見て、エクソストライダーの足元についたわ。あそこで存在を取り戻せばシギルムと戦える。あいつを倒せば一件落着よ。さあ出発しましょう。ロードムービーのエンディングへ向かって。私パイロットの権限を
ス。シギルムはエクソストライダーに向かってる。追いかけてエイメスを救い出さないと。完全に次々と障害物を作り出し、私の行く手を阻む気ね。不足点交換。まずはここから出る道を探そう。シギルム、ドライブのコアだけじゃなくて私の周波数とエイメスのパイロット権限も狙ってるのね。一体何を企んでるの？それ！やっ！やめて。そんな甘い言葉を口にしないで、シギルム。それ！あっ！エイメス！もしまだ漂白者を邪魔するつもりなら願い通り決して強制起動はやっぱり無茶だったわ。私がいる限りそうはさせない。エイメスはエクソストライダーを完全には制御できてない。早く助けに行こう。エイメスは私をシギルムに接触させないようにしてるけど、ストライダーゲートに何か関係してるはず。シギルムの言葉がはっきりしていく。これ以上漂白者の周波数を奪わせるわけにはいかない。内部に引きずり込んで完全に仕留めるわ。エイメス、大丈夫？ええ、
ここはエクソストライダーの内部よ。つまり私のホームグラウンドってこと。国境シギルムは私がどうにかする。だからあなたが構う必要はないわ。いい？お願いだから。エイムス、なぜこのまま不足を補う。油断した。行こう。しまった。なぜこばこれからよ。幕開けよ。これも音の力ね。行こう。羽よ、これで終わりよ。悪夢隙だらけの悪行は守ってみせる。ゲートを開く。もうやめて。いいから黙って。ここは帰るべき場所なんかじゃない。絶対に許さない。彼女を傷つけるなんて。心配しないで。終わらせるから。舞い降りてきたわ。飛んで。断りよ。宇宙に風を。ストリング止められるかな。光の刃よ。大役を立って。輝くフレア。英雄譚の幕開けよ。ビームカノンにファイア。偽りの空はやがて巻き解ける。やっ、責任のありか。呼び声に応えるさ。おいで星よ、明日に満ちしるべよ。砕け散ってこの手で世界を守る。ターゲットロックオン。空間をコンバージェンスバランシロックオン。今こそ救済の時。使命は重すぎる風となった。一体何を隠してるの？気にしなくていいの。あなたは私が守るから。エイメス、まだ自分が正気じゃないことに気づかないの？障害を除去する。
目の風はここに砕ける。これも音の力ね。笑って炎に世界にフレアコン輝くフレア響き立てあげる。砕け散って液体損傷ストリング止められるかな。英雄隊の幕開けよ。ビームサノンファイア光の刃よ。最悪を勝って響き立てあげる。これでフィナーレ打ってコマンド承認。空間を崩すコンバージェンスガラージロックオン。今こそ救済の時。静まれ。私が決める。油断した。よっ回ってフレームリミット舞い降りてきたわ。変身するわ。照準システム機能停止。星の罠この手で世界を守る。ターゲット星の海よ。沸騰焼いてストリングここに砕ける。輝くフレアこれでフィナーレ打ってコマンド承認。エイメスもシギルムもいない。ここはエイメスの昔の寮。肉体を失った彼女の周波数が共鳴したエクソストライダーの内部空間と絡み合ったのかな。Isn't it so incredible? We're here sharing the same time and space. In your eyes, the stars look like thousands of bright stars. I've gazed at for thousands of times. Sayonara. You build a world of miracles, some mundane but precious. A stream of shimmering daily moments return way to my
フリートスノーフラッフのファンクラブのポスターね。アルバムね。私はエイメス、学園のスターにして適格者、そして救世主。私を見つけないで。エクソストライダーに乗るとか乗らないとか、本当はどうでもいい。でもそれで漂白者の重荷を分かち合って、あの人の負担を少しでも軽くできるなら。世界を救うなんて全部が重すぎるかせね。ダメ、あの人に知られたらいけない。この秘密だけは守り抜いて、真実を闇に葬ってみせる。どうして？苦しい。どうすれば。もう私は帰れない。
もしかして私に言ってるの？だってすごくおかしい話を聞いちゃったから我慢できなくって。聞きたいなら話してあげようか？昔々、救世主と思われた一匹の黒猫が終わりのない旅に出ました。なぜ猫が救世主にって？もちろん周りにそう言われたからよ。しかし猫は自分が猫であることを知りませんでした。そんな猫が金色の目を開けたのは小さな段ボール箱の中だったのです。そこにはさらに小さな生き物たちがたくさん住んでいました。中を見た猫は驚きながら抜き足差し足で歩いていきます。段ボールは小さかったですが、そんなちっぽけな場所にも多くの悩みや不幸、災い、絶望がありました。どうか助けてください。生き物たちは猫に言います。当然猫はうなずきました。頼まれなくても猫は自分から助けたでしょう。なぜなら猫は自分は救世主だと思い込んでいたから。そうして猫は剣を携えひたすら戦い、語りかけ、駆け回り世界を救い続けていました。けれど気づけば箱は閉じていたのです。ねえ、これより笑える話はなかなかないと思うわ。ユーモアのセンスがないわ。どう見てもあれはただの猫でしょ。なのにみんなは事実から目をそらしてる。おかしいじゃない。なのに物語の登場人物たちはとても幸せだった。猫を頼りにする者も猫を憎む者もみんな自分が欲しいものを手に入れたの。でも猫はどうすればよかったのかな。猫が家に帰りたいと思っていたことなんて誰も覚えてない。猫を箱に入れた者も封をして拒絶した。やがて猫自身もそのことを忘れてしまったの。ねえ、やっぱりおかしいでしょ。一つ悩みがあってね。ずっとある問題について考えてるんだけど今でも答えが出ないの。
ちょうどよかったわ。一緒に考えてもらえる？私には一人の家族がいるの。家族とは互いを慈しみ気遣う存在だから、私は家族のために何かをしてあげたい。あの人は口に出さないけど、私にはわかる。彼女が背負ってる荷物はあまりにも重すぎるわ。荷物が重すぎると誰かと話す余裕もなくなってしまう。最近また漂白者に会ったの。彼女は以前よりも少し力を抜いて生きてるように見えたわ。今週の光、ブラックショアの花、リナシータの風。あの人はこれまでの旅についてたくさん話してくれた。私は心から嬉しかったの。彼女のために喜んだわ。忘れることがプラスになるなんてね。忘れてしまえば苦しまずに済むものだから考えたの。ボイドスペースで見た内容を話さない方がいいんじゃないかって。昔の彼女はいつも故郷に思いを馳せ、家を恋しがってた。でも記憶をなくしたおかげでもう苦しむ必要はない。何も知らない方が幸せだとしたら、どうしてわざわざ話す必要があるのかな。真実が幸せを打ち砕くとしてもわからない。あの人が傷つく姿を私は見たくないだけなのに。私はあの人を守りたいの。生きるためには希望が必要でしょ。だからこそずっと忘れないでほしい。シギルムの言葉はあまりにも余計だった。あれはあの人の周波数を糧にして自分を満たそうとしてる。しかもあの人の幸せを壊しかねない言葉を言おうと口にしたらダメなのに。真実を話す前に消し去らないと。生み出してしまった以上責任は取る。やるべきことなんてどこにもない。もちろん世界を救うこともそう。ただ自分の行いには意味があると信じて人は生き続けるの。そのためにはやめて、エイメス。
言ったでしょ。構わないで。ありがとう、エイムス。私の幸せを願う気持ちはちゃんと届いてるよ。もう大丈夫。全部話して。どんな真実でも向き合って私自身が選ぶから。一人で抱え込んできて辛かったでしょ。本当に知りたいの？何も変えられないばかりか、あなたを重い鎖で縛り付けるだけだとしても。重みは背負うべき価値でもある。分かったわ。一緒に暮らしてた時、あなたは言ったわ。使命を受けてある遠い場所からソラリスへやってきたと。既存の研究ではエクソストライダーと採取は同じ文明の技術から生まれたものという結論になってる。遠い場所とはあなたの故郷かもしれない。でもあなたは私以外の人にその話をする素振りがなかった。だから私もずっと記憶の片隅にしまい込んでたの。死後デジタルゴーストになってボイドスペースの中に入る時まで、名式に飲み込まれた残骸の中を歩き回ってた時、私は偶然一筋の周波数を見つけたの。それはあなたのものだった。時間の混沌としたボイドスペースにいつ飲み込まれたのか、私には分からなかった。ずっと会えてなかったし、ぬくもりからあなたを感じたかったの。それでつい手元に置いておこうと思って。周波数同士のかすかなつながりを頼りに、私は無数の空間の中からエクソストライダーの残骸を見つけ出したわ。そして私は知った。エクソストライダーが採取を運ぶために使われてたことを。採取をソラリスに送り届けるために彼らは星の海を航行してた。けどワープの途中で名式アレフ1に見つかってしまったの。アレフ1はあまりにも長く飢えすぎてた。星の海を飲み干したところで渇きが癒えることはなかったわ。あの周波数に導かれて私はエクソストライダーのように名式に飲み込まれ、あれと似た技術で作られた装置の前にたどり着いたの。私には構造がよくわからなかったけど、機能から判断すると多分壊れた通信衛星だったはず。その残骸の中であなたに関係してる周波数をまた見つけたわ。あなたが故郷へ送った通信記録には使命とは別のある願いが記録されてたわ。
一度だけでいいから故郷を見たいとあなたは言ったの。でも私は見てしまった。彼らが拒絶するところを。なぜならそれはあなたの使命にとって必要ないことだったから。通信を一方的に絶ったのも、願いを見て見ぬふりしたのも、こうして漂白することになったのも、全部あいつらのせい。なのにあなたは使命を背負って星の海を越えてきたあなたに、よくもあいつらに何の権利があるの？あの時私は本当に悩んだわ。どうすれば力になれるのかわからない。このことを話すべきなのかもわからない。あなたが本当はどんな未来を望んでいるのかもわからない。そんな時、ずっと大切にしてたあなたの周波数がボイドマターに汚染されて、私の力を引き裂いた。それでシギルムが誕生したわ。あれは私の心から生まれたもの。あなたの境遇を思う不安や想像、恐れの結晶。最初シギルムには故郷に帰るという本能しかなかった。それで自分を満たそうと無意識にあなたの周波数を求め、私の権限を奪おうとしたの。エクソストライダーを起動させ、ストライダーゲートを通り故郷へ帰るためね。ええ、あなたの周波数を吸収するほど言葉がはっきりしていく。だからあなたに知られてしまう前に始末したかったの。ずっと黙っていてごめんなさい。エイメス、打ち明けてくれてありがとう。話を聞いて心が乱れてないと言ったら嘘になる。これからどうするか少し考えさせて。故郷という言葉も今となっては苦いのか甘いのかよくわからない。でも心配しないで。記憶をなくしたからこそ手に入れた旅や希望は消えたりしない。世界を救うなんて大げさだけどね。私は誰かを救ったとは一度も思ったことがない。ただいろいろな人や文明が自らを救おうとする過程を少し手伝ったに過ぎない。疎開雨の中で夜明けまで戦い抜いたのは本州の人たち。ソラリスのあちこちを走り回ったのはブラックショアのメンバーたち。黒潮を前に必死にもがいたのはリナシータの人たち。宇宙の秘密を知るために変わり続ける星空を見上げたのはラハイロイの人たち。私は空から降ってきた救世主なんかじゃない。待ってるだけじゃ救世主は現れない。これまで私の力が足りなかった時、どうにもならない犠牲が出ることもあった。
それでもこうして関わってこれたことがやっぱり嬉しい。世界の救済は本当に故郷から課された使命だったのか。彼らは今の私をどう見てるのか気にならないわけじゃない。でも今はもっと大事なことがある。記憶をなくしても同じ選択をしたはず。私はこの道を信じたい。悲鳴がもたらす災いを見過ごせないのはこの世界が大切だからだよ。本当に寂しくないの？エイメスやみんながいる。一人じゃないから。みんなと一緒にいたい。これからも過去を乗り越えて一緒に明日へ。それがあなたの選択か。それだけの価値はあるのか。行き先を決めた以上過去の足跡にとらわれたりはしない。ならば先へ進むがいい。何があっても。ドライブのコアがエクソストライダーの中に戻った。目覚めの時が近づいてきたわ。エイメスの方はどう？シギルムが消えて力が戻ったんじゃないの？それだけじゃない。ドライブが戻ったから周波数の再構築が完了したわ。今の私は完全なエクソストライダーの共鳴者になったの。引き裂かれた肉体が元に戻ることはない。だから私は電子でできた星の海を漂うゴーストであり続ける。でも私の存在は今観測できるくらい強くなってるわ。まるで微弱な電流がきらめく火花になったみたいに。つまり私以外の人間にも姿が見えるようになったってこと？ええ、こうして私たちのロードムービーは円満にクランクアップよ。さあ一緒に帰りましょう。いやあ、忙しいみたいだね。表現のエクソストライダーが動き出したという話をルシラーから聞いたんだけど、君がやったのかい？エイメスよ。私と知り合いなら彼女のことも知ってるでしょ？彼女を見つけたのかい？見つけたも何も二人で学園に戻ってきたところ。いろいろあったから後で詳しく話すよ。わかった。だがルシラーの代わりに一つ聞かせてもらうよ。コアの件はどうなった？エクソストライダーに戻した。なるほど。それで研究員から連絡が来たわけだ。
ラハイロイのボイドマター濃度が上昇してボイドストームも活動期に入ったとね。ドライブが空中にいた頃、毎年恒例のセルフチェックをするたび明式を抑えるエクソストライダーの剣の効果が弱まっていたんだ。エクソストライダーが君の返したものを受け入れるにはおそらくセルフチェックが必要だろうね。しばらく君たちは極力学園から離れないように活動期が過ぎるまで待つといい。わかった。気をつける。今度保健室に来た時にでも君の過去の計画について話そうじゃないか。エクソストライダーとストライダーゲート、そして明式の話を。まあどれも急ぎではないけど、まずは彼女に付き添った方がいいだろうね。無事に戻ったと聞いて自分のことのように嬉しく思う。お疲れ。しばらくは肩の力を抜くといいよ。エイメスは坑道の方へ走っていったみたいだけど、何を見てるんだろう。ねえ聞いて、ちょうど面白いアイデアを思いついたの。そんな風にエイメスが話すときは誰かがひどい目に遭う気がする。そんなことないわ。スノーフラッフシールの件で変な先入観を持ってるんじゃない？ただふと思ったの。他の人からも姿が見えるようになったし、ファンクラブのみんなにも会おうかなって。十数年の時を経て失われた未完成曲がよみがえるなんて面白そうでしょ？でしょ？あなたも見に来て。私の才能をあなたに見せるわ。それに面倒事ばかりじゃないもの。スタートージ学園の青春を教えてあげる。ファンクラブのイベントに参加される方、もう入場できますよ。この十数年間、私が気まぐれに歌を投稿していたサイトにはずっとたくさんのメッセージが寄せられてたわ。曲が好きっていう気持ちを語ったり、日常の辛い出来事を打ち明けたり、サイトを通じてつながりを持つようになったみたい。実は自分の曲をそれほどいいものだとは思ってなかったの。自由に作ってただけだし、プロの指導を受けたわけでもないから。だけどあれはもう私だけのものじゃなくて、人と人をつなぐ旋律になった。その続きを聞きたい人がいるなら、みんなのため、そして自分のために歌いたい。本当にラハイロイの人のことが好きなんだね。そうね。まあ最初はそうでもなかったけど、正直これまで何か特別やりたいことなんてなかったの。気楽に人生を過ごしながら何でもやってみる。デジタルゴーストになる前はそんな風に考えてた。救世主になりたいっていうのも結局あなたの真似に過ぎなかったし。でも死んでから時間を持て余す中で気づけなかった多くの人や物事を目にしたわ。星のようにきらめく存在を目指す人はラハイロイのいろんなところにいる。でも私にはそんな目標なんてない。それよりも星を見つめて守る人の方がずっと素敵に思える。
そう？私は逆だと思うけど。歌ってきて、エイメス。私も聞いてみたい。もちろん聞いてもらわなくちゃ困るわ。だって一番大切なお客さんなんだから。でもその前にまずはライブに合った服に着替えないと。はい、プレゼント。あなたが昔よく着てた服を思い出しながら作ったの。素敵でしょ？新しい場所には新しい装いが必要よ。やっぱりこうでなくっちゃ。懐かしい。昔のことを思い出しちゃった。あなたがこの姿で学園を歩いてるとみんな振り返ってたわ。ソラリスの救世主様。どうして照れてるの？みんなにモテるなんていいことでしょ？ほら、そっちの席に座って。講義中に居眠りしてた時に見つけた特等席よ。あそこだとよく見えるから。じゃあちょっと歌ってくるわ。Isn't it so incredible? We're here sharing the same time and space. In your eyes, the sparks look like thousands of bright stars. I have gazed at for thousands of times. May all sweetness take flight with the truth to be your guiding light. Let your curiosity set your spirit free and wild like fire. If a lonely night's surprised to see our dreams glowing brightly, every second is worth it. If you love all miracles, someone can love treasures. Stream of shimmering daily moments, return way to my soul and stop me from drifting. It might be the solid ground to stand, so let's sing together. Every light I'm giving all goes back to you, goes back to you. ラベル学部のエイメスか。もう十数年も行方不明だったはずなのに、どうして急に？エイメス？佐賀教授がよく話してたあのエイメス？ああ、教授は昔ずっと自分のグループに誘いたがってたらしいね。今でもよく彼女の話題を出すくらいだし。ジャジャ馬娘が学業を続ける気をなくすか、私の方が愛想を尽かして勧誘を諦めるか、それがオチだと思ってたのに、まさか挨拶すらせずいなくなってしまうとはねって言ってたよ。戻ってきたって知ったらきっと喜ぶんじゃないかな。エイメス、
エネルギー学部の先輩から話を聞いたことがあるんだけど、まさかフリートスノーフラッグだったなんて信じられない。何が？だって伝説のカリスマ陽キャで教授たちを手のひらの上で転がす学園の風雲児だったらしいぞ。だからそれの何が信じられないんだ。別にイメージ通りだろ。砕けた花って曲を聴いて、フリートスノーフラッグは繊細でか弱い少女だと思ってたのに、イメージと違う。いや、サイトの投稿からしてまずないと思うけどな。推しだからって補正かかりすぎじゃないか。本人よ、その声間違いなくフリートスノーフラッグだわ。今回のイベントにまさか本人が来てくれるなんて最高。やっぱり授業をサボって正解だった。はあ、曲と雰囲気がそっくり、気まぐれで軽やかで。サイトにある曲の中で私はインディゴユニバースが一番好きなの。サインしてもらわなくちゃ。そっちはどの曲が好き？もちろんソング・オブ・ターディーよ。面白いし耳にすごく残るから。そうだったの？中毒性の高い電波ソングが好きだったんだ。生きてるうちに本人の歌を聴けるなんて、もう泣きそうです。どうして十数年間新曲を出さなかったんですか？エイメスさんの歌はあんなにもすごいのに。サインください。フリートスノーフラッグ。サインならあげるから涙は拭いて。新曲を発表しなかった理由は特にないの。ただインスピレーションが湧かなかっただけ。私の故郷、採取エクソストライダー。エクソストライダーが採取を運ぶためのものだとして、ボイドスペースに残骸があるということは、全ての採取が目的地に運ばれたわけではない。エイメスが見た残骸とラハイロイで眠りについたエクソストライダー、もし役割が同じなら両者の性能に大きな差はないはず。一方は完全に破壊されたのに、なぜラハイロイの機体は明式を食い止めゲートを封印できたんだろう。力の源はどこに？情報が欠けてる気がする。終わったわ。行きましょう。超大規模なパーティーで何度も司会を務めた私よ。ファンクラブのイベントの一つや二つ朝飯前ね。次はどこに行きたいの？約束したでしょ。私と一緒に学園をあてもなく散策するって。
ぱり誰かと一緒の方が楽しいわ。ゴーストだった頃はいつも退屈だったし。屋上に行ってちょっと気分転換でもしない？行きましょう。本当によかった。偽物の空なのにどうしてこんなに美しいのかな。これからどうするの？周波数の問題は解決したけど、しばらくラハイロイにとどまるつもり？少なくとも名式の件が解決するまでは。相変わらず仕事人間ね。でもそう答えると思ったわ。アレフ1、問題を解決するのは簡単じゃないけど、あなたはいつだって不可能を可能にしてきた。今回もきっと大丈夫。解決したらまた旅を続けるつもり？次の目的地は？そうね、急ぐ必要はないわ。ソラリスは広い。あなたが選んだ世界だもの。どこへ行こうと自由よ。もう行っちゃうの？ええ、もう出発の時間だから。やるべきことがあってね。これからは学園の人が面倒を見てくれる。エイメスが望むならビアートル・ウーズに戻って暮らしてもいいよ。じゃあいつ帰ってくるの？ごめんね、エイメス。それはわからないの。でも約束する。機会があれば必ず会いに来るよ。本当？本当だよ。じゃあラハイロイで待ってる。別の場所に行っても大丈夫。ソラリスは広い。私やラハイロイに縛られないね。でもすごく長生きしてるんでしょ？帰ってきた時私は死んじゃってるかも。ごめんなさい。私がわがままだった。言って、大丈夫だから。エイメス。もう大丈夫。心配してくれるの？不公平だと思う。どうして世界を救うのはいつもあなたなの？こんなに疲れて辛そうな顔してるのに。ほら、エイメス。
悲鳴が蹂躙したいくつもの大地を私は歩いてきた。こぼれ落ちる涙の一粒一粒は鉛よりも重い。多くの命の叫びは魂を焦がすほど悲しく響いていた。私の感じる苦しみは彼ら一人一人が感じる苦しみと一緒。私が抱く幸せもまた彼らが抱く幸せと同じ。だから私にできることがあるならやるだけだよ。じゃあ大きくなったら私が守ってあげる。守る？エイメスが私を？だって何でもできるわけじゃないでしょ。怪我もするし疲れるし悲しくなるし涙も流す。みんなと何も変わらない。だから私が守ってあげるの。あなたを傷つけようとする人がいたら私が倒す。スペースファンタジーカティアみたいに。私もあなたみたいな救世主になってみせる。あ、笑わないで。私本気だから。わかった。もう笑わないよ。エイメスが本気だってことは分かったからちゃんと聞いたよ。じゃあ頼んだよ、エイメス。ちょっと眠い？シギルムに奪われた周波数が戻ってきてるの。少し気持ち悪くて。でも大丈夫。アブが中で手伝ってくれてるからすぐ回復する。少しくらい寝ても大丈夫よ。もうクタクタでしょ。ゆっくり休んで。あとは私が。ここはどうして私はシギルムの機体に乗ってるの？周波数を取り込んだから。エイメスの精神空間が前よりもおかしくなってる。シギルム、仕留め損なったかな。また現れるなんて。どうせ今は殺しきれないしお互いボロボロなんだから、しばらく私の独り言に付き合ってもらいましょう。どうせこの場には私たちしかいないんだから。声が出ない。腕も上がらない。あの時のシギルムはまだ喋れなかったから。よーく聞いて。私はエクソストライダーのドライブの中で面白いものを見つけたの。それは未来の私が残したメッセージ。遠い昔、星の海を渡りソラリスを目指してたエクソストライダーは名式アレフ1に見つかってしまった。両者はストライダーゲートから飛び出すと
地下の空洞で交戦を始めたわ。エクソストライダーにも戦闘機能はあったけど、それでもアレフ1には到底太刀打ちできなかった。機体はボロボロでエネルギーも尽きかけ、なのにボイドマターはゲートから溢れ出てくる。アレフ1は身をうごめかせ、この世界へ入ってこようとした。本来なら明式の勝利で終わり、世界は滅びの淵に沈むはずだったわ。でもその時、エイメスという人物が明式の中から現れたの。まるで救世主みたいに、絶体絶命の瞬間に颯爽と。エクソストライダーは眺めるしかなかった。明式に突き立てた剣にそっと触れる彼女の動きを。すると共鳴が起こり、力がドライブへ流れていった。そして巨剣を振るうエクソストライダーは明式をゲートの向こうへ全力で押し戻して封印したの。けど共鳴してた人は明式の本流に飲まれ、ゲートの向こうに引きずり込まれると、ソラリスから完全に姿を消した。エクソストライダーを助けて明式を封印したのはエイメスだったの。最初は本当に驚いたわ。でもボイドスペースに入ってから全てを理解したの。ぐちゃぐちゃした時空のブラックホールみたいな空間は、あの時明式と一緒にソラリスに現れたんだってことを。その中に落ちたものは違う時代のものであっても同時に存在できる。本来ありえないはずの時代に行くことだってできるわ。そして私だけが唯一ボイドマターの影響を一切受けずに進めるの。どういう意味かわかるかな？エイメス、一体何をしようと？つまり私は過去に戻り、アレフ1が現れた瞬間に行ける。縁をなす時間と運命。でも私と彼女の出会いは先に結果があって、後から原因が訪れた。十数年前の私が適格者としてエクソストライダーと共鳴し、死を迎えデジタルゴーストになることでエクソストライダーの完全な共鳴者になれる。この特殊な状態の私だけがボイドスペースを通り抜けて過去に戻り、エクソストライダーにエネルギーを送り込んでラハイロイを救える。滅びを免れたラハイロイに彼女が訪れ、あの人に助けられた私はエクソストライダーの適格者になるの。ダメ、すぐにシギルムを動かして止めないと。私にしかできないならやるしかない。あの人のようにね。これは私が背負うべき責任。でもその前にやっておきたいことが一つだけあるの。エイメス、
十数年間ずっと同じことを試してきた。力が不完全だったせいでドライブがセルフチェックを行うストームの活動期に試みた時間速攻は全て失敗に終わったわ。けどもう時間がない。これ以上待つとボイドスペースは外側から崩壊していく。名式がなぜそうなるのかはわからない。でも今がラストチャンスなの。今回の活動期でボイドスペースが安定する時を狙って私は時間速攻する。もう立派な大人だもの。いつまでも守られてるだけの子供じゃいられない。大人として私にはラハイロイを守る責任がある。できることなら何だってするわ。でも出発する前にもう一度だけあの人に会いたかった。これが最後のわがまま。彼女と話したかった。彼女が今元気なのか知りたかった。この世でたった一人の家族とほんの少しでも一緒に過ごしたかった。私は恐れてたの。いつか自分の生まれに関する真実を知ってしまった時、彼女は孤独に苦しむんじゃないかって。けどもう大丈夫。彼女は記憶をなくしてからの道のりを語ってくれたわ。それはとても素晴らしい旅だった。あの人は多くの地を巡り多くの人と出会った。そしてみんな彼女を思い絆を結んでくれた。今なら故郷の真実を知ったとしても彼女は強く生きていける。これでようやく安心して旅立つことができるわ。なんて。エイメス、何も言わずに決めないで。あなたが言ったんでしょ。みんな同じ苦しみを味わってる。だからこそ私は自分の責任を果たす。許して。エイメス。彼女もう確かドライブのセルフチェックでストームが活動期に入ったってリュウクが言ってた。おそらくドライブを戻した時からエイメスは待っていた。時間速攻に最適なこの瞬間を。そうか、表現の湖。ボイドマター濃度が高い湖の底を通ればボイドスペースの信用にだって。今ならまだ間に合うかもしれない。あそこから湖の中に。行かないで。他の方法があるはず。
ボイドマターの影響を受けずに移動できるのは私だけ。あなたが一人で背負う必要はない。今回は私を信じて。ダメ。そんなことをしたら永遠にゲートの向こうに追放されてしまう。でもこれこそ全ての因果を結びつけてラハイロイを未来へつなぐ唯一の道。エイベス！大丈夫。あなたとは雪の中で出会えるの。良い旅を。私はあなたの誇りになれたかな。がっかりさせてなければいいな。無理やりオーバークロックして進むなんてやっぱり厳しかったかな。私たちはちょっとした縁でつながってただけ。家族といっても並んで歩ける道のりは一瞬だけ。いつか離れ離れになる。これが私の決意。後悔はしてない。
緒にいたかったな。大きくなったらどんな人になってほしい？先生？科学者？歌手？どれがいい？それともモデル？パティシエ？あ、そうだ。動物観察員はどう？どんな私ならあなたの誇りになれるかな。エイメス、望みは一つだけだよ。楽しく生きてほしい。そう。逆にエイメスは私に何か望むの？私はあなたが長い人生の中で悲しみも幸せも感じてくれたらいいかな。あなたと旅の最後を過ごせて本当によかったわ。エイメスは幼い頃、湖に落ちて誰かに水面まで押し上げられた時、お守りをなくしたと言ってた。彼女を助けたのは過去の私じゃなくて今の私だったのね。私がエイメスを救えなかったからラハイロイは滅ぶ運命を免れたの。きっと方法があるはず。まだ諦める時じゃない。エイメスがストライダーゲートの向こう側に引きずり込まれたなら、ゲートを通り抜けて連れ戻せばいい。誰かしらがエクソストライダーを飼ってゲートを開き、明式という災いの元凶を断つ必要があった。ならそれは私がやればいい。成功確率は限りなく低いかもしれないけどゼロではない。お守りに触れてから走り去った。私を案内してるのかな。あの方向はシンクロリンク訓練場。コックピットシミュレーターが急に開かなくなったのか？らしいよ。突然エラーが出て完全にロックされたんだって。今修理の人を探してるところ。でも使用中って表示されてるぞ。まだ授業は始まったばかりだし誰も入っていないはずなのに。
研究員およびロイ表現行きの列車は間もなく発車いたします。お早めにご着席の上、シートベルトをお締めください。現在、途中停車駅におけるボイドストームの危険度は低レベルとのことです。これは彼女の紙飛行機。欲しいなら持ってていいよ。分かってる。あなたはエイメス本人じゃない。あのお守りによってかろうじてここにとどまっている星屑のかけらみたいなもの。それでもあなたがここにいるなら彼女は生きてることになる。そうでしょう。完全に存在が消滅してたら太陽の精霊でもつなぎ合わせることはできなかったはず。だから全てが無意味だったわけじゃない。あの時私がエイメスを探しに行かなかったらお守りさえ手に入らなかったかもしれない。あなたもこうして存在してなかった。リュークが言っていた。エイメスの一部としてあなたは彼女を世界につなぎ止めるための最後の糸かもしれない。その糸をたどれば彼女の居場所がわかるかもしれないと。私を慰めるための嘘か真実か判断はつかない。ゲートの向こうに行った者は誰もいないからね。あくまでも推測。エイメスはゲートの向こうに連れ去られた。歪んだ時空でどれほどの時が。彼女は生きてるの？生きてたとして望みはあるの？何もわからない。それでも私は可能性を信じたい。彼女が守った世界はこんなにも静かで美しく希望に満ちているから。黙り込んだままのエイメスなんてなれないね。必ず連れ戻す。
ゲートの向こうから待ってて、エイメス。悲しまないで。Wash the sunlight, spreads over the grass and window panes. When the last wisp of smoke dissolves in the lake, as if nothing had changed, those black and were turned into colors. Every piece of bitterness softly gleaming. Find myself whispering your name as one touch my skin. I see time finally shaded chains, flying free like a paper plane in the twisted